美容院のね、櫛屋とかハサミと同じ美容院の人の上手ですもんね。同じですよ。使いこなしたら何でもない。お菓子作り始めて何年ですか、今で。もう何年になるだろうね。50年以上になりますかね。50年以上。スイスの学校行っとったんですよ。スイス国立の製菓学校に。スイスまで行ってたんですか。世界的に有名です。日本で21人推薦されて、勤めてるところでしょ。都道府県で1人です。大阪で1人、神戸で1人。社長は50年ぐらいの気持ちやけど、そんなのもう70年ぐらいずっとやってる。これなんていうケーキですか。これはボックスいてね、あれのちょっと太い部分のロールのケーキで、上フルーツ何種類かつけているから、フルーツロールでね、人気あるんですよ。センスのある人は上手ですわ。服装でもセンスのある人と同じです。ケーキも一緒ですか。飾るのも、ケーキの上に一応1個つけるでしょ。はい。2個つける人を見てます。それでもやっぱりセンスのある人は1個の方が引き立つところにつく。そんな感覚見たら一番いいわこれで。ヨーロッパへとかフランスへとか外国はゼラチン。つけるも一つ間違えたらどこから見てもええことないです。もう全部どっしりしてますね。折れることないんですか。あります。シュークリームを焼けたらこういう具合になるんです。間が空いてるでしょ。ここに生シュークリームのクリームを絞って入れるんです。クッキーですね、ブツブツは。僕がスイスに乗った時にね、一番言われたのは日本とスイスと歴史が違うんやっていうお菓子の。それから僕ら21人おったけど家が和菓子屋さんやってる。東京に電話してね、和菓子送ってくれ。和菓子となヨーロッパの洋菓子と比べたら歴史なんか負けへん。一番感じたのは
鮎のケーキあるでしょ。びっくりしてましたよ。こんなお菓子でできるんかい。日本の技術ってすごいんですか？そうだからさ、和菓子やったらなんか歴史なんか負けへんのやってうんみんな言ってましたよ。原価が100円やったら300円で売るんですよ。とにかく原価の3倍で売る。はい。これが原則ですね。うん日本はそうじゃないんです。これ原価が500円かかったって500円やったら売れん高すぎて300円にせんなんから言うて何をするか言ったら材料を変えていくんです。安い材料に。これがね味の一番の原因やったんですよ。これはヨーロッパはないんです。ええもんはええもんです。うんそれも日本でも分かってきたからねそれは、はいただあの当時からね甘いお菓子の嫌がりました。豚の食べるお菓子やでこれは今では違うでしょう。甘みいたら味の中では最高の味なんですよね。そもそもなんでスイーツ作ろうと思ったんですか？何気なしね親戚の家の人がねはい。森永キャンディースター大阪工場の工場長と心安かったんですよ。ほいで何気なしに森永行ってお菓子作りせえへんか言われていったんですよ。上も下も冬いっぱい。こだわりとかありますか？これもいやとにかくねいっぱい入れるいうことですよ。置いてあるやつ全部ここで作ってるんですか？これではい。すごい種類ありますよね。そうですね。まさにこだわってるんでね。よそのお店だったらね、やっぱ仕入れとか多いんですけど、本当にパイでも既製品使う粉からいちいちここってね、出てきます。はい。基本的にこういうバターケーキとかだったらこうフランス菓子、グニャッシェとかマドレーヌとかですけど、うちドイツ菓子はい。ちょっと扱ってて、ビーネスとか。映画になとかね、で向こうのハート型のパイですね。はいレの周りから出ないようにちょっと形を裾を整えてさっきはかぼちゃとか紫芋やったりとかそれぞれの季節に合わせてクリームの色が変わったりしながら一応ノーマルなモンブランが別であって、お客さんがどんなケーキの種類でも一つのお店で買えるようにっていうのでいろんな種類が置いてます。マロンパイです。中に栗が入ったパイ。これは砂糖
炊いてな蜜にして加糖してその上にお化粧する。ちょっと里になったら美味しいけどな食べても、甘みほとんどあれへんから。今の供養のためにな。もう全部1個手作り、チョコレートも自分で作ってわ売ってないんでね、こういうの。指紋も受けててこんな風に生地切り口をよう取ってなきれいに線がかってるから。本当や。美味しそうやろ。はい。88。すごい。ケーキ作りは何歳までされるんですか？いや好きよ。好きや。まあ、ちょっと気まぐれで、今回今いちごなんですけど、季節によっては、まあ、シャインマスカット乗ったりとか、まあ、マンゴー乗ったりとか気まぐれで買えるんでタルトにカスタードクリームとチョコレートのスポンジですね、砂糖入りの生クリームにいちごトッピングしてカットします。色の大きさがとか形があるので、一番適したやつ飾ってます。2種類艶だし、この寒天っていうタイプとナパージュ使い分けてるんですけど、寒天っていうのは冷えるとカチッと固まる、すると出てカットとか、まあ、しやすい。でもう一個ナパージュとまあ流動性があって、使い分けしてますね。今みたいな何でもかんでも電気でミキサーとかそんななかったもんな。全部手やったやん。決まんねん。売れるケーキか売れんケーキか。この一番最後この一本がなかったらあんまり売れへん。寂しいそう見える。こんなのはないね。もうこんなんやったら寂しい見えるやろ。ああ、確ここにかに。一本入ってるだけでな。
年に2回中学校の生徒が職場体験に来るの2日間。お母さんがみんなカメラの時にこれ何年も経って10年ぐらい経って「坊さんとかいや年とかで学校に来たもんな」言ってくれる顔を見たら。今から作るやつキャラメル塩キャラメルシューカスタードに、キャラメルと一緒塩キャラメル味。やっぱりケーキ作りはお父さんの影響ですか？洗脳されたっていうお菓子作りで大事なことって何ですか？好きやね。この業界をこの見習いような2、3年洗い物して片付けたりとか時期がないとあかん。時期があったら自分で独立してもな、もちろんのことは辛抱だけど、時のことを思ったらこのまま楽なもんやっちゃなもんや。これがもう非常に大事。建築みたいな壁にこう塗料、この機械自体がこう要はペイント、壁とか塗る機械なんで、それをまあバシッと。ああ、そうなんですね。紙を外します。これスイスロールのクレープです。ロールの上にクレープを一緒に巻き込んで仕上げる商品があるんです。お店の人気商品です。
70年代初め、創業者が一応このスイスロールという商品とマリーというブッセのお菓子があるんですけど、はいその2大商品がこの地域では有名なアイテムです。お菓子作りなんかやめようとか思ったことないんですか？なんややっぱり知り合いやとかみんな俺らと競争相手があいつらに負けるからやる気持ちになる。カットされたプラスチックショコラっていうのが、はい。あれについてスイートチョコレートに生地をちょっと一部入れることによって、そこに溜まったりとかしないように。乾燥を防ぐために生地とかが混ざってないところがあるので、最後にこれでちょっと混ぜてからオーブンに入れます。隠すような感じ。これは洋梨を赤く色つけたやつです。立体感ね、縦のはいボリュームが3点、ペタッとしたやつはちょっと品質が低い。だから面白いロールがある。
このお店作る時に一番こだわったこととかありますか？もうお客さん来てくれるだけで、もうそれ以外なかったらもうお店の名前なんでボンって名前？ボンって古いそうで素晴らしいいう意味や。これは僕が独立する時に前の社長が「お前ら全部登用せえ」言ってお店の名前 A のを書いてこの箱に入れとけ。その箱に入っとったで一番 A のはボン摂氏ボンのボン、それで決まったんや。そうですね。去年ジェラーはい。トを始めたんです。へえ。まあ夢はそれでとりあえず今行けた感じで、あとはもうね維持できるように